フランス・パリルーブル美術館にやってきました。ルーブル美術館の中庭のナポレオン広場にあるガラスのピラミッド中央口から美術館の中へ入っていきます。ルーブル美術館は1793年に開館した国立美術館で、古代から19世紀まで約37万点にも及ぶコレクションの中から随時約3万6000点が展示されています。美術館は3つの棟で構成されていて、中央に位置するのがシュリー翼、中世に作られた要塞や古代ギリシャ・ローマの彫刻などを見学できます。左側の塔はリシュリュー翼、ルイ13世の宰相リシュリューの名前に由来しています。右側の塔はドゥノン翼、フランス、イタリアの有名絵画が収蔵されており、誰もが知るモナリザの絵もここで飾られています。それではドゥノン翼から歩いていきましょう。まずは美術館の目玉作品モナリザを目指して歩いていきます。ルーブル美術館はとても広いので、館内で無料配布されている地図を見ながら進んでいきます。今歩いている階段を上ったところが0階、日本の1階に相当する場所です。建物の階の数え方が日本とヨーロッパでは異なりますので注意が必要です。この空間には古代ローマ美術の彫刻作品が展示されており、ルーブル美術館に最も古くから存在しています。ナポレオンが国外に遠征して戦争に勝利し、イタリアを中心に戦利品としてフランスへ持ち帰ってきました。ナポレオン3世の時代に整備された大階段の先に見える彫刻はサモトラケのニケです。ニケはギリシャ語で勝利を意味していて、世界的な有名なスポーツブランドナイキの語源になっています。頭部と両腕がなく、左側の翼の上部も欠けていますが、女性が身につけているキトンが風に吹かれた描写がとても見事です。紀元前190年頃に作られたと推定されています。それではサモトラケのニケの反対側にあるフランス、イタリアの絵画が飾られている部屋へ進んでいきます。ルーブル美術館の目玉作品モナリザです。この場所が美術館の中で一番混みますので、一番最初に見ることをお勧めします。リーサ・ゲラルディーニの肖像、通称モナリザはレオナルド・ダ・ヴィンチの代表作です。レオナルドが活動拠点にしていたイタリア・フィレンツェの名士フランチェスコ・デル・ジョコンドの妻リーサ・ゲラルディがモデルと考えられています。この肖像画は理想的女性像として定着し、イタリア絵画に持続的な影響を及ぼしました。次に新古典主義を代表する画家ダビッドの代表作品を紹介します。皇帝ナポレオン1世と皇后ジョセフィーヌの戴冠。1804年12月2日、パリのノートルダム大聖堂で行われたナポレオン・ボナパルトの皇帝戴冠式です。祝福を授けているのは教皇ピウス7世ですが、教皇の前に立ち、皇帝ナポレオンが皇后ジョセフィーヌに戴冠しています。これはローマ教皇よりも皇帝ナポレオンの立場が上であることを示しているのです。次はロマン主義を代表する画家ジェリコーの作品です。メデューズ号のイカダ。1816年に旗艦メデューズ号がアフリカ・セネガル沖で沈没した事件が絵の主題になっています。絵に描かれているのは限られた救命ボートに乗り切れなかった下級階層の乗客たちで、急ごしらえのいくつかのイカダに乗せられて牽引されていましたが、牽引していたボートの乗組員が悪天候のためロープを切断してしまい、最後の一つとなったイカダで漂流しています。149名のうち生存者はわずか15名。12日間の漂流中、イカダの上では殺人、人食いを含む
非人道的な行為が行われました。この悲劇的題材のためにジェリコーは危篤状態にある人々や死刑囚の遺体の傍らで修作を繰り返し、写実的で地味な演出を考案しました。余談ですが、ジェリコーは叔母アレクサンドリーヌとの間にできた息子を捨ててしまったことに、乗組員を捨てたメデューズ号の艦長を重ね合わせたと言われています。同じくロマン主義を代表する画家ドラクロワの民衆を導く自由の女神です。1830年のフランス7月革命が起こった直後に、祖国のために戦わなかったならせめて祖国のために描こうという思いでドラクロワが描いた作品です。瓦礫の上に颯爽と立つ女性は上半身がはだけていることから、人間の女性ではなく自由を具現化した女神であることがわかります。なぜならこの当時は人間の女性を裸で描くことはタブーとされていたからです。この作品は1831年のサロンに出展され、今でも語り継がれるほどの大人気を博しましたが、既存価値を破壊する風刺であるという理由で25年もの間一般公開されることはありませんでした。絵画鑑賞を終えてサモトラ家のニケの場所に戻ってきたら、次はアポロンのギャラリーに向かいます。アポロンは太陽の神で、太陽をルイ14世の指示でシャルル・ルブランが装飾を手掛けました。ルブランはベルサイユ宮殿の内装総監督も務めた人物です。青い器はラピスラズリでできたもので、王様が食事の時にナプキンを入れていたと言われています。こちらはルイ15世の王冠です。戴冠式で実際に使われた時は本物のルビーやダイヤモンドが使われましたが、今飾られているのは偽物です。ルノン浴の見学を終えた後はシュリー浴の見どころを紹介します。ここはルーブル美術館の中でも中世時代のルーブルの姿が残っている場所です。もともとルーブルはパリを守るための要塞で、16世紀フランソワ1世の時代に宮殿に姿を変え、18世紀末のフランス革命後に美術館となったのです。無数のブロックが積み重なっていますが、ブロックを近くでよく観察するとマークが見つかります。当時ブロックを作る職人の給与は歩合制だったので、職人たちは自分が作ったブロックにタシュロンと呼ばれるサインを書いたのです。ルーブル美術館が誇るギリシャ彫刻ミロのヴィーナスです。彫刻が完成したヘレニズム期はコントラポストと呼ばれる表現手法が発達した時代で、重心を片足に置いて S 字型に体をくねらせた動きのあるポーズが特徴的です。世界史の教科書などで正面からの写真を見たことがある人は多いと思いますが、後ろ姿はどうなっているのでしょうか。実はミロのヴィーナスは少し猫背になっていて、なんとお尻も半分出てしまっているのです。この彫刻作品はルネサンス期の作品で、キューピッドの接吻で目覚めるプシュケというタイトルです。背中から羽が生えているのがキューピッド。先ほどご紹介したミロのヴィーナスの息子で、プシュケという人間の女性に恋をしました。ルーブル美術館の紹介はこれで終了です。今回の動画で取り上げた作品はとても少なかったですが、実際にルーブル美術館の作品をゆっくり見て回るなら、最低半日は時間を確保することが必要です。美術館の中にはレストランやカフェも併設されているので、美術が好きな方は丸一日ルーブルで時間を過ごすことをお勧めします。美術館の見学を終えたら、お土産屋さんに立ち寄ることもお忘れなく。
自分が気に入った作品に関するお土産がきっと見つかるはずです。